皆さんこんにちは。まなみです。声がまなみです。みのりです。りさです。まなみのりさです。ちょっとメンバーのまなみさんの方が、ちょっとライブで喉を使いすぎまして、今日はできるだけ声をちょっと抑えめにして表情で伝えるらしいんで、ぜひ表情にも注目してください。今回は日本の女性に大変人気があって夢中になる人が続出しているあるものをご紹介します。それは美しくて香りが良くて自分で作れるものなんです。でも気軽に作ることに挑戦できるものなんですけど、私たちも実際にやってみたいなと思ってました。今日はそのあるものを早速作ってみたいと思います。行ってみましょう。あるものを求めて3人がやってきたのは銀座にあるカルチャースクール。失礼します。失礼します。こんにちは。失礼します。ありがとうございます。あった。すごい。見てください。美しくて香りがいいもの。それはこちらのソープカービングです。というわけで今回紹介するのはソープカービング。もともとカービングとは野菜や果物を材料にして彫刻するタイの伝統的な工芸品。ソープカービングは同じ手法で石鹸を材料に彫刻をするんですが、ここ数年美しさが長持ちすることや気軽に始められることから世界中で話題になっているんです。今回学びにやってきたのはゴーウェルカービングスクール。カービングの本場タイの講師が丁寧に指導してくれると評判のカルチャースクールなんです。じゃあ皆さん始めましょう。はい、よろしくお願いします。その講師とはパヤラート・ナッタヤさん。カービングの本場タイのカービングコンテストで数々の優勝歴を持つ凄腕の持ち主なんです。先生、これソープカービングって道具ってこれだけでできるんですか？はい、できます。はい、タイカービングはナイフが1本だけで、はい、手軽。そうです。はい、何でもできますからね。そうなんです。ソープカービングは基本このナイフ1本で作品を作ります。この気軽さも人気の一つなんです。今回3人は2時間の体験コースでこちらの図柄を作ってみることに。彫るの前にちょっとナイフ持ち方が教えますので、手を持ってて左こちらですね。これは切らない方、下は切る方ですね。はい。で右の手が準備してこんな感じ。バイバイってみたいな感じね。こうで曲がって親指 OK。はい。でナイフね渡して親指にねこんなボタンみたいな感じがあるんでしょ。で親指ねボタン押して、で、はい、人差し指ね、中指、馬の絵があります。馬の絵がいます。横に触って、上じゃない、下じゃない、横にね触る。馬の横。そうです。ここだ。OK。そう。はい、薬指と小指ね外に出て、そうですね。こんな感じね。手首を使います。動きますね。こう練習。そう踊りみたい。あまり力ねついてないね。軽く。OK ですね。はい。じゃあ始めます。はい。これねボールペンみたいに書くみたいな感じ。こんなではなくて、こうではなくて書く。はい、こっちですね。で周りに終わったらあとは面取りは寝かせますね。周りはちょっとだけナイフ寝かせてね外に面取りこういう感じでね、まず四角の形を準備して、また同じにね、あまりナイフ深いに刺さないんでね、少しだけ 2,3 ミリはこんなぐらい。本当にちょっと刺すぐらい。そうちょっとだけですね。はい。面取りして寝かせるね。こっち先生が全部やってくれてる。もう大丈夫。行こう。桜は順調ですよ。多分。
私器用なんですよ。こういうの好きなんですけど、ちょっと集中してしまいます。楽しい。すごい楽しい。なんかこれにハマる意味が分かってきました。そうそうそう。中指に作品触ってナイフも OK。まっすぐにね。硬いです。思った以上に力がいる。 OK。じゃあ出ます。出られるか。おお、できてる。すごい。すごいじゃん。すごい。綺麗にできた。すごい、うまいじゃん。上手上手。できました、イエーイ。出てる。すごい。ここでリサがスクールの生徒さんにインタビュー。今何作られてるんですか？見本はバラです。バラ？ちょっと見せてもらってもいいですか？はい。ありがとうございます。すごい。見てください。こんな細かい作業ですよね。すごく。これ始めたきっかけって何なんですか？僕はここタイ語の教室とかもやってまして、ちょっとタイ語に興味があって学校に見学に来たら、こういうカービングもやってるっていうのを見かけて、タイ語は後からやってもいいかととりあえずこっちをやってみたいな。タイ語より先にソープカービングやってみようと。そうですね。そうなんですね。ハマりますか、やっぱり。集中してできて、この時間はもう何も考えないでいられるっていうのがそれは面白いですね。隣の方、こんにちは。今何を作られてるんですか？ちょっと長細いですよね。楕円形のありがとうございます。これの方がすごく細かい。この難易度に挑戦するまでどれぐらいかかるんですか400時間。？400時間。時間にすると。そうですね。でもすぐ過ぎちゃう。ハマっちゃう。あっという間ですよ。あっという間なんですか。これ難しいとこどこなんですか？深く掘ってもいけないし、浅く掘ってもダメだし、その加減がすごく難しいです。折れちゃったりしないんですか？折れます。それも含めて。そこをなんとかこうなった先生にこう救ってもらうという。すごい楽しそう。隣の方のこれ石鹸ですよね。これはハネージュメロン。ハネージュメロン。はい。ツルツルのメロンなんですけど。フルーツにも。はい。カービングをします。これ自体がメロンですか？メロンです。石鹸じゃないんですか？石鹸じゃないです。メロン。フルーツのメロン。これ食べれちゃうメロン。食べれます。ちょっと触ってもいいですか？石鹸じゃないです。メロンです。メロンです。ちょっと香りがする。メロンです。メロンだ。石鹸との違いってありますか？素材によって硬さが全然違うので、そこが難しいです。やっぱこの力加減が一番難しいところ。そうですね。いろいろ聞いて回ってたんですけど、今ちょっとやばそうです。どうでしょうか、これ。私のこれがこれになるとは今のところあんまり思えないんですけど、大丈夫でしょうか。しかも同じ作業しかやってない、まだずっと。頑張ります。それに比べてリサは細かい花びらの部分を器用に仕上げていきます。できた。また V 字にして間と間。はい。困った時や迷った時はちゃんとなったや先生が手助けしてくれるので安心して作業できます。どうできた？いや、まあまあかな。見して見して見してすごい。見たい。つぶつぶが結構できとる。すごい。だいぶひまわりっぽい、そこだけ。これだけ。あ、刺した。刺しただけ。綺麗。ね、見て花、桜の花になってきた。すごい。めっちゃそう、うまい。可愛いよね。めっちゃ綺麗。みのちゃんのめっちゃうまいんですよ。うまいですか、これ。ね。だって先生が言ったからね。7割ぐらい先生がもうやってくれるのも難しくてちゃんがやっ。たのはどこ？まあいろいろやりましたよ、私も。でもすごいなん
なんか難しいけどでも楽しいけど難しい。ハマっちゃうこれ。細かいところが逆に楽しいでしょ。ポチポチポチとか。そうなんですよね。なかなかこういうことしないから。はい。体験の中だと一番簡単なの私やってるんですけど、こんな感じでした。はじめ私はボロボロすぎます。ちょっとこれいやいや、そうでもないです。やったよかったこんなもんですか。はじめはね、自分なりの形になっていくじゃないですか。それが面白いですよね。なるほど、確かに、ええ見本とは違っても自分の形になっていくのが同じには絶対できない。ね。確かにそう考えたらすごいどうなるのか楽しみになってきました。そうですよね。それぞれの味があるってことよね。ゴーウェルカービングスクールの体験コースは2時間。ナッタヤ先生に相当助けられながらも着実に完成に近づく3人。さてどんな作品に仕上がったのでしょうか。まずはリサの作品。桜の花を細かく仕上げ配置することで躍動感のある作品に。続いてはみのりの作品。7割から8割はナッタヤ先生に手伝ってもらいましたが、なんとか見られる作品に。最後はまなみの作品。立体的に彫ることで存在感のある作品になりました。いかがですか。このようにソープカービングは初心者の3人でも2時間でこんな作品を作ることができるんです。夢中になる人が続出する意味が分かりました。できました。長く美しい作品を残すことができます。ソープカービング、皆さんもぜひ体験してみてください。